あ、あ、あ。うん。こんばんは。うん。あ、シエルさん、こんばんは。今日もありがとうございます。こんばんは。タマさん、こんばんは。ありがとうございます。うん。うん。はい、ですね。ちょっとツイッターの方を見てくれた方はもうご存知かもしれないんですけれども、実は裏の方で、セカンドステージ到達を、達成しました。本当は配信中にやりたかったんだけど、時間が結構なかったのと、今日も昼間配信つけようと思ったんですけど、割と、そう、負けてね、おめでとうございます。ありがとうございます。頑張りました。割と厳しか、昨日の勢いだったらなんかいけそうな感じだったんだけど、昇格戦3回くらい逃して、ちょっと集中したかったっていうのと、配信やりながらだと1.5お倍くらいめでとう。ランクマやる疲れ感じるので、ですか？ランクランクマはやんないかな、今日は。見たい？今日はですね、なんだろうな、一応その報告の配信っていうのかな。だから1時間、1時間くらいちょっと配信しようかなって思って、結果報告と、どんな感じの試合があったのかっていうリプレイをちょっと見たいのと、あとは、最後にちょっと時間があれば、セカンドステージ用のね、構築の見直しもちょっとしたいので、その辺かな、今日は。こんな感じでいこうと思います。で、なんだけど、ちょっと待ってね、いろいろ準備ができてないので、少々お待ちを。これだね。構築の見直しいいですね。私はさっきエクソシスターの方で迷って初動率と誘発初手率を徹底的に調べ上げてました。めちゃくちゃ大事だと思います。僕も、数字が好きなのもあるんだけど、徹底的に初動率とか
誘発率調べるタイプです。適当にこの辺乗っけとくか。意外とね、そう見直すとだいぶ無駄があったりするので、どんぐらいかな。初動に関しては、エクソシスタはでもあれ、マルファは1枚初動になるの？基本2枚初動だよね。だから割と、誘発以外の枠は基本的にはテーマカードになるのかな。2枚初動だとね、基本的にその、2枚以上握ろうってなったら、残りスロットは割かないといけない気がする。まあね、本当は準構築でね、セカンド行きたかったけど、まあ、だいぶ苦しかったよね、やっぱり。19も行けなかったけど、19の昇格戦行けただけでだいぶ僕なりに頑張った方だとは思います。まあまあこの辺だよなっていう限界値が改めて分かりました。というかあれだ、ツイッターで。まあでも今日別に報告ぐらいだから一応ツイートしとくか。マニフィカタス罠を理想として盤面を作れる確率が 78%、後手で誘発を2枚引ける確率が 49% ぐらいでしたね。まあそうとは思えないほど事故るんですが。いやーめちゃくちゃしんどかったな、本当に。マニフィカプラス罠を理想として、まあ78あれば、もうちょい欲しさはあるけど、2枚初動だったら78ぐらいだよね。誘発2枚引ける確率 49% ってことは、12、3枚くらいですか？だいたい、いつもの4種類。ベーラー、無限、ウララ G。まあ、数字は所詮数字でしかないからね。僕も昔はね、すごい、なんか、まあ、数字確かに大事なんですけど、めちゃくちゃこだわりすぎてた時期があって、まあ、あんまりまだ上手くなかった時かな、初動率9割みたいなことをすごい豪語してたんだけど、初動率9割って誘発引けるのっていう、誘発もそうだし、召喚権かぶりとか気にしてるとかね。あとは展開がその同じルート行く展開のカードだったら意味ないから。構築見るとだいぶ精度がわかるよね。
で、まあ、順号ストリックについては、だいたい、週この間も3ですね。話したからいいんだけど、羽放棄ライトニングストまあームと一応もう参戦の一度号が入っ振りてるので、返るとそこをなくせば誘発もっと入ります。レベル17までは全然サクサク進んで、まあ17くらいまでは、勝率半分以上は多分あったと思うんだよね。そこまでが多分50戦以上やってると思うんだけど。で、まあ問題は17入ってからで、まあこのツイートにもある通り、35勝70敗という、普通に考えたら、何こんな自信満々にツイートしてんのみたいな感じの内容なんだけど、まあ、ゴーストリックで3分の1取れてるのはだいぶずんいいだもんの子だと思読みいます。上げちょっとうるさいな。黒ずきんさんの声聞本当？こえない。なんでずんだもんこんなうるさいんだろう。さらに半分にしてみた。こんばんは DC1 ショーあ、トトンはるきさん突破おめでとこんばんは。あうございりがとうございま。ますす。いや、やっぱりね、準構築はきつかった、本当に。いいところまでは、まあまあいいところまでは頑張れたけど、時間と精神力と、まあもう、カードパワーは言わずもがなですね。コメント履歴が、これか。13、ハネライスト参戦の5。ここもね、難しいよね。シングル戦だからさ、マスターデールは。だいたい紙の方は、後手まくりとか、バック除去はサイド積んどけばいいんだけど、マスターデールは割とね、まあ、欲しい場面多いし、割と飛んでくること多いもんね。どんぐらい、羽とかは採用率どんなもんなんだろう。2、3割は入ってんのかな。特に羽は飛んできますよね。っていうので、そう、まあ、3分の1。順号ストリックって書いてるけど、勇者型とか、ルーン型とかもろもろ込みです。まあ大体勝率どれも、ルーン型はちょっと良かったけど、ルーン型対戦回数少ないので、大体同じようなもんだと思います。でね、高校の勝率がやっぱりひどいね。ゴーストリック順は27% なので、まあこれじゃあなかなか勝ち越せないよなっていうところですね。ちょっと誘発ね、積んだのが最後の方だったから、もう少し誘発を積んだ方で試したかったところはあるけど、あんま変わんないと思うな。誘発とか、僕はベーゴマをかたくなに順号ストリックに採用しなかったんですけど、まあ、どうせ通んないと思うので。ただまあ場合によってはベーゴマ入れた方が良かったのかもしれないっていう振り返り。次はもう多分やんないけど、もう新規来るまでやらないです、ゴーストリックでは。まあ、特に準構築ね。ユベルとか来たらワンチャンやるかもしんないけど。ハネライストは誘発に強すぎるわ。エースが全然まくれないのでせめてものあがきですね。ハネライストは誘発に強すぎる。レスキューエースが、ね。レスキューエースあんまわかんないけど、なんか、あれだよね。場にさ、レスキューエースモンスター残んなければ、罠使えなくなるから、今日結構参戦の際が輝いた。で、勝手に向こうモンスター効果使ってくれるから、参戦の際でパクって。誘発で後手なんとかするタイプのデッキや、エースに勝ち目ないです。そんな誘発受けいいんだ。環境によってね、誘発の採用される誘発もそうだし、
まあ刺さるかどうかもだいぶ変わってくるから、本当に難しいなって思う。羽や誘ライストみ発さ、たいなのは誘採用発しない代がさ、わりにタービュランスまでがめる価値があるガンマはめっちゃ重宝しました。誘発がないとダメな環境で、誘発耐性の強いデッキいるの、本当に、魔境というか、どうしようもないよね。超困る。やっぱタービュランスまで待った方がいいよね。僕ちょっと早く今日使って、結局、タービュランス引かれてたんだけど。いや、やっぱガンマしか信用できないよね。ガンマとアトラクだけです信用できるのは。止まらなかった増字。増字は基本自分のは通らなくて、相手のは通るんだけど、ガンマとアトラクしか信用できない。僕も結局僕も普段なんか自分の構築論的にガンマって召喚剣じゃないそれこそペンデュラムデッキとかさ先行でもガンマ強く使えるデッキでしか入れないんだけど、ちょっとなんかベーラーとか無限がね強いけど相手選ぶからガンマしか信用できないなって思って最終的に僕も入れましたね、誘発受けいいデッキね。僕もなんか割となんか結局展開型っていうか誘発受けこのデッキも良くなくてついでにさケアされちゃうから眠れリアとかやっぱ使いたいなって思った。複数抱えて初めて機能するので誘発スロットに余裕が持てない場合は G ガンマアトラクターで固めるのがいい気がします。それをやってでも人工ストリック高校弱すぎた。でもそうだよね、うららに関してはね、増字が自分が重い場合は入れるけど、そうじゃない場合は割と諸説あって、特にうららは無限と違って墓穴もらうから、そういう意味では無限の方が実は信用度高かったりはする気がする。泥場ね。デッキは選ぶけど、確かにその理論でいくんだったら泥場も信用できるカードではあると思う。昔と違うの、本当になんか、僕割と10期とかは大会結構出てたんだけど、結構でもないな。今が一番多分出てるけど、10期とか、その頃がなんか身内でやることが多くて、で割とみんな環境デッキ使ってたからだいぶ詳しかったんだけど、その頃はね、そう、全然止まったんですよね、ちゃんと。抹殺出てからは話変わったけど、もう今、なんか、手数が多いし、後手も適当に妨害打つと平気で乗り越えてくるし、だいぶやっぱインフレは進んでる感じはする。特にあれですね、ティアラとかスプライト出たあたりから2022年、楽園以降かな。この辺から一気に変わった気がしますね。みんなさ、リンクショック否定的じゃん。僕大好きだったんですよ、あの環境。いや、エクシーズテーマのくせにリンクショックで恩恵を得たテーマがあるんですよ。ゴーストリックって言うんですけど。いやー、好きだったな、リンクショック。ちょっと、だいぶ脱線したんだけど。で、このね、新しい123軸ゴーストリック。この、昨日使ってたやつね。昨日と、今日、昼間、セカンドステージに登った構築なんですけれども、ちょっとね、誘発受け悪くて、悪いというか、ちょっと対戦回数少ないから、あんまりまだ、
信用できる数字ではないんですけれども、リンクショックで髪追いかける勝のを一度率やめてるぐらい自分は嫌でした。勝ち22、負け17で、勝率 56%。で、先行勝率 52%。ちょっとこれ手札だいぶ悪かったんですよ。なんか、フランベルジュが本当に先行取った試合の半分以上は初手にいて、実質4枚スタートの試合ばっかりで、やっぱりゴーストリックがどうしてもね、足を引っ張るところがあって、陽性ショット、パニックのすべきでセルフハンデスみたいなところで、全然先行展開ができなかったです。逆に高校が、62.5% 勝ててて、まあまあまあ、村がなんか結構手札次第でしたね。多分対戦回数少ないから、もう少し対戦回数重ねれば、より精度のいい結果になると思うけど、逆に高校はやっぱりアーゼウスいけるのが、4素材アーゼウスで適当にリトルナイトとかね、ベーゴマとか、将来死んでいろいろ踏んでもらって、リトルナイトでも踏んで、そっから召喚剣使わずに、デュラハン、ラテンシ、アーゼウスいけるのがめちゃくちゃ強かったです。でもこれ勝てないだろうって試合も結構それで取れたので、そこはすごいいいところだったかな。もう少し勝率上げ、まあでも、そうだね。僕がまだだいぶ回し慣れてないところもあるので、こんなもんかな。56パワーあるだけでも十分な気はする。リンクショックでみんな嫌だよ。僕だけで多分喜んだの。僕も別に喜んだっていうより、言うてもマドルチェとかシンクロとか使ってたから、友達はすぐに順応したんだけど、プロズキンは、最初の3ヶ月くらいは、9期以前のルールじゃなきゃやんないって言って、だだ怒ってた。コストリ使い始めてからですね、喜んだのは。正確には。ちょうどそう、10期入ってから、コストリ使い始めたので、あの頃はね、サキュバスのエクストラロックがすごくしやすかったんだよね。本当に一番輝けてた時代だと思う。怪獣かぐやが環境にいるくらい低速だったから。あとは恐竜か。恐竜神竜、怪獣かぐや。ちょっとリプレイ見るか。えーっと、メディアソースかな。ちょっと待ってね。あれ、昨日って配信何時から始めたんだっけな。あ、これだ。見つけた。
これって今まあ音なくていいか、これは。マスターデュエルの方一回消して、これを下持ってって、で、画像はいらない。ちょっと軽くリプレイ動画を見て振り返りをしていきます。割とね、ゴーストリックっぽい動きをできた試合はできたんですけどね。いかんせん手札要求値が本当に高かったな。そう、フォルスは、展開型使っててきつかったの結構フォルスで、妖精までいけないことが割とあって、竜王リトルナイトみたいな盤面で、相手の誘発次第ではそこまでしかいけないんですけど、その時のフォルスが本当にきつかったんだよな。これはレベルいくつの時のリプレイですか？これね、17だと思う。17以降しか取ってない。再生速度上げるか。再生速度上げられんのかな？無理っぽいな。全部見ると20分くらいだって長いから。飛ばし。こんばんは。真鍋さんこんばんは。先ほど昼間に結局配信やらずにちょっと一人で落ち着いてやりたくて、セカンドステージ突破しまし、予選突破しました。で、今軽く、準構築と、最後に使った展開型のゴーストリックのリプレイを見直してます。この盤面でもさ、1妨害だからさ、まあ、この時は割とパニックが刺さってくれたんだけど、本当になんか、うん。全部裏にできて、カレンダー。アーゼウス出された瞬間終わりだから、そこのケアがね、大変なんだよね。これは多分センサーが強かっただけの試合かな。パレード入れてた頃のやつですね。パレードもケースバイケースで、結局、ゴストリが低捨てなので、恒久的に守れるのは偉いです。なんだかんだ、7割方は攻撃してくれた印象でしたね。ゴストリをよくわかってる人だったら、パレードある時に攻撃してこないんだけど、割と、やっぱりあんまり警戒されなかったかな。だいぶ余裕持って始めたつもりだったけど、やっぱりギリギリになってしまったので、ちゃんとあれだね、次回仮に WCS やる場合は、ゴストリはやらないんですけど、多分もう、しっかり構築に詰めて、環境に、別に僕は好きなデッキ使うだけなんですけど、ある程度ね、
なんだろうな、軽く環境を見て、刺さりのいいデッキ使えたらなっていうふうに思ったりしてます。そうだね、センサー貼ってても結局さ、まあ、ステータスの問題で自利品になること多いので。でね、永続罠が、そのゴストリの永続罠、僕多分動画で結構強い言ってたと思うんだけど、リトルナイトが来たせいで、だいぶ苦しかったな。リトルナイトを1枚で崩壊することが割とありましたね。この試合も多分ロックして勝ちなので。誘発枠どうなんだろうね。まあ、G アトラクが、ガンマもまあ、モンスター少なめの構築だったらガンマもありかもしんないですね。先行での妨害が1個減っちゃうのが、ゴストリ的にはだいぶ苦しい気はするけど、高校の勝率が終わってたので。ケアが大変なんですよね。わかります。そうなんだよね。リトルナイトだって入ってないデッキないでしょ、今。合金使うデッキぐらい入んないの。まあ、合金入ってても多分使うと思うけど。採用率9割ぐらいいってた気がする。9割は持ったかな。8割以上あると思うあった気がするな。だるまもね、そう、トラトリで確かこれだるま持ってきたんだけど、だるまもケースバイケースで昨日だるまが弱いっていう話をしてたんだけど、罠の辛いところだね、これ本当に。10月に新規来ること期待ですね。こんばんは。小春さんこんばんは。これ今リプレイです。セカンドステージ進出したので、リトルナイトを採用しないデッキ使ってるんですよ。エクソシスターって言うんですけど。エクソシスター入んないんだ。合金積むからってこと？そんなに別にエクストラ枠食わないよね。薬剤先貼り忘れちゃったやつっぽいですね。ああ、そうだね、これ。人によるけど相性憎め。だいぶガバプレイも多かったな。あ、そうなんだ。相性悪いとかあんのなんか。とりあえず刺しとけ的なカードな気はするけど。でね、そう、ゴストリ時間かかるんですよ、本当に。即されとか誘発するっていうか、即されされることがほとんどないので、まあ、センサー貼ったりするとあるんだけど、これもね、相手が結局バロネスとか、あれか、天意使ったから源流しか出せなかったんだけど、普通に小服出されてたら終わってたので。あ、そういうことか。あ、それで言うとあれだな、僕今、ギミックパペット、ちょっと、動画作ってるんですけど、ギミパペも入んないね。マドルチェも、なんだったらマドルチェも僕入れてないな。
戻打ちは全然入るんだけど、まあ、プティンセスールの制約でマドルチ縛りつくし、割とエクストラカツカツで入れてないな。で、まあ、ここまで展開できると、なんかいろいろ妨害もらっても、これも薬剤貼り忘れてんね。人型起こすとき。それでもこれさ、アーゼウスと薬剤がカバブース 2枚あるとさ、もうそこでゲームエンドだから、やっぱ命削りなんだよな。削り型でちょっと紙の方で結果出したいな。まあ、アーゼウスとバグースがちょっとね、別枠だからね。まあ、こんな感じですね、順は。まあでもやっぱりその、命削りはもういないじゃない。いや、本当に MD でさ、削り禁止なのきついんだよね。ちゃんとゴーストリックできた、本当にこれは。ただ、勝率で 0.33 で17までやったのえぐい。あれだよ。10、すりみ、お疲れ。17までは普通に勝ててたんだよ。ルーンが与えてる影響ですかね。12くらいまで、てか12くらいから順でやってたんだけど、そうだね、普通に5割は絶対いってたな。で、15から17ちょっと時間かかるかなって思ったんだけど、そこも1日の配信で終わったから、その辺の戦績はちょっとカウントしてないんだけど、多分5割くらいはあったと思います。ルーンが与えてる影響、削りね。ゴーストリックのアイデンティティをちょっと奪わないでほしいですね。ルーンとピュアリーが僕は憎いです。17以降の勝率もっとグロいってことじゃん。17以降の勝率が、0.33。だからさっきの、これかな？これは、17以降の勝率が0.33で、17以前に関しては5割くらいで、17以前に関してはカウントしてない、ここに。5割もいってなかった。RE 系じゃ4ない割ちょい。のか。その辺は僕がカウントしてなかったです、単純に。まあ15いってからとりあえずいいかって思って。で、なんか15から17もすぐ終わっちゃったから。いや、ゴストリで33%はね、すごいと思う。我ながら。でも今結構ね、いい感じに戦えてる試合ばっか乗っけてるけど。半分くらいがクソ試合だったからな。それはそう、スリミはどっからが17かわかんなくてわかんない。わかんない。でもスリミはあれでしょ？最初からカウントしてるんでしょ？皆さんはこれだというデッキをちゃんと決められましたか？そう、このね、もうこれで終わるからな、本当に。
もうこんな試合ばっかだったよ。いじめ。僕はハンティングの気持ちになってま最した、この初から時。だから漏れてる。ゴストリを、わしをかわいそうだとは思わんのかって。天国来るの遅いし。あ、まあ、天国いても意味ないか、今のは。私現在進行型で迷っててそろそろ決めないと。これだっていうのは、その、セカンドステージ、回すにあたってってこと？まあそうだね。まあ、15以降はそこそこ、あれだけど、15以前は、うん。まだ優しかった気はするね。そう、黒ずきんだから困ってて、ゴストリはもう、まあ、準構築は使いたくないし、ただただ遊戯王が嫌いになってくから、これ使ってると。やっぱりそのなんだろうね。まあ、回す回数増やすのは大事なんだけど、その、時間がさ、このゲームさ、みんな、なんだろうな。ぬめ。デッキのせいにするなとかさ、自分のプレイングの問題だろっていう人、一定数い10時るけど、過ぎから19レベやるけど、すぐ上がれたらいいな。僕はその考え嫌いで、みんな限られた時間の中で頑張ってるから。で、なんだろうな。知識がものを言うゲームじゃないですか。だから結構人によって差はできちゃうのは仕方ないと思ってて。特に他のカードゲームと比べてそうで。少なくとも僕が結構、まあ割と、8期、9期とかが好きだった、7期、8期、9期が好きだった人なんだけど、9期はちょっと微妙かな。そう、僕に合ってたスピード感はそのくらいだったんだよね。まあ、あの時はあの時で考えることあったんですけど、なんか、うん。やっぱりその時と比べると、やってて苦しい明日ことからはある。夏休みなことにこの上ない感謝。シールさんはヌメロン。スリミんとこ行けたら行くね。すぐ上がれるといいね。本当に時間ないよね。明日から夏休み早くない？初夏休み。学校がある人でも、7月、初夏休みですよ。初夏休みって何？そんなものあるの？ステータスを上げてくれ、ゴーストリック。本当に。最大火力1600ってどういうことですか？さっさと上がって時間あったのにずっと遊んでた自分みたいなアホもいます。学校によってはあります4学期制とかだと夏休みの前に1週間くらい。タマさん遊んでたの？まあにしてもあれだよね。だいぶがっつり時間取んないとなかなかできないですよね。デュエリストカップは。秋休みもついてることがあ、そう多いです。なんだ。4学期制だと、ああ、そういうこと？
だからあれか、ちょうどワンクール終わるあたりで、初夏休みがあって、で、秋休みがあって、冬休みがあって、春休み。夏休みはじゃないってこと？大型の。4学期制だとさ、どこで分けるんだろう。夏休みありますよ。ゲームテンポ早すぎて再生めちゃくちゃいいね。の海みたいな面夏白カ休みもあるんだ。ードまで来てもよえってな夏休みはるのは辛い。どのくらい？メディアソースを消す。サモンリミッターの手札誘発欲しい。全体的に20日くらい短い。いやーでも、サモリミ誘発版来たら、だからあれだね。なんか、ドミナスパージみたいな制約をつけて、かな。それこそ、ミッドレンジもでも2回じゃきついか。いやでも2回だったらどのデッキもきついから割といい気もするな。ってことは、秋休みとか1週間ない。まあ秋休みはね。だから夏、春、冬。夏が20日で。じゃあ何とも言えないか。むしろ短いか、普通のと比べて。土曜日も学校オーバーキル。 DC や今回みたいな WCS 予選の時に B 始まるまで何もやらず終わってから後悔するのに学ばない。でさ、さっきも話したんだけど、全然先行で盤面作れなかったんだよね。上がれたんだけど、先行勝率が本当にひどくて、後攻がすごい強かった。この試合だけ唯一ちゃんと作れたかな。土曜日も学校なんだ。大変だね。全然休めないじゃん。DC や今回みたいな WCS 予選の時セカンド始まるまで何もやらず、終わってから後悔するのに。僕も今回ちゃんと初めてやりましたよ。これまでね、だいたい17いって終わること多かったから、とりあえずジェムだけ回収するか、人間なので。これ早送りできるよね、確か。これね、スリミとも話してたんだけど、竜王が微妙っていう話。向こう棒がいないからとりあえず入れてるんだけど、ホルスがね、辛い、竜王は。ホルスが多すぎて竜王が微妙だし、なんだったら7月から多分ティフォン来るので、より使いづらくなると思ってる。で、エクストラ枠食いすぎっていうね。妥協展開先をちょっと、セカンドではちゃんと決めたいなって思ってます。今回はとりあえず潜っちゃったけど。貫徹やば。睡眠大事だよ。ちなみに人間は10日間まではね、寝なくても大丈夫ではないんだけど、11日かな、最高記録が11日。11日寝ないと死ぬらしい。特に前回は分かりやすくて初日にクシャ投入したのに相手のエクスナン抜くかとか重ねた場合の最終展開分からなくて勉強不足を実感してました。
それかホルスゴストリのアレンジ。勇者ベーゴマスネークね。いやーでもやっぱりそのエクセルポプルススビキ腐るのが結構辛い気はするけどノイズ多いし。前回は分かりやすくて初日にクシャ投入したのにまあクシャトリラなんかそうだよな。ここ1週間半くらいで5回徹夜してるせいかだいたいアーゼウスとかリトルナイト、まあ前回はリトルナイトいないか考えることもそうですね。1週間半で5回徹夜でもまあ黒ずきんも結構ね夜更かし癖というか最近はよく寝れてるけど本当に夜型人間だからなんとかなるんですよね、徹夜しても。3徹はさすがにないけど2徹はあるな。ベイゴマ本当にいろんなことできて強いですよね。マスターデュエル私はのいいところ。勇者スプライトで使ってますね。いやー、ベーゴマいるとやっぱ紙の方もゴーストリックだいぶ楽なんだけど。まあでもそろそろ、あれだね、そう、マスターデュエルのゴーストリックの方が強くて、エルフいるのと、スプライトが比較的規制緩いのと、でね、暗黒の将来新衝動やっぱ弱い。とりあえずまあ、セカンドシーズンは、将来新の枠は抜きます。むしろだから、今一番多分、強く使えると思う。ゴーストリック、MD の方で。ホルスゴストリのパンクの部分スネークアイにしたらいいと思う。枠ある、そんなに。あるよ。あるよ。枠あるよ。なんだっけ、そう。エルフもそうだし、召喚権余ってたからちょうどいい。ああね。まあでも今回はコンセプトが可能な限り最終盤面にゴストリを残すだから、可能な限り、理にかなった構築にしつつ、ただ、やっぱりワンチャンとか使ってメインゴーストリック残せるようにはしたいな。ホルスでもめちゃくちゃ強そうなんだよな。僕一回も使ったことないから。みんないろんなカードの出張使ったりコンボを構築したり楽しそうで羨ましい。エクソシスターにもその拡張性半分分けて。エクソシスターはね、パーツが少ないよね。僕は結構準構築で組めるテーマが好きなんだけど、むしろ。出張はね、可能な限り1ターンにあるカードの回収効果を使う。卓があっていいんだけど、割と海底とかでぐちゃぐちゃになるから、今すり身が味わってるように。オルフェゴールなんて、本当にシーズンごとに変わるから構築が。一生組めないもん。
アルカード名称1あるよ。スイッチヒーロー入りシスターも楽しいよ。スイッチヒーローって入れ替えるやつだっけ？リフォームはね、結局抜けました、最後。将来新書道前提のカードだったから、さすがに、値引きが鬱陶しかった。いや、エルフ使えるのが本当に偉いよね。どこから入ってもパズロミノデに供給できるからスプラ入れてもいいのでは。魔法罠なら確かに何でも使えますからね。ポジティブにいこう。スプライト。なんかでもね、先行が本当にさ、貫通できなくて今日。ベイコマからだと無理なのか。ベーゴマ無理だね。まあ、スプライト、展開通ること前提だからな。にいけるけど。普通にエクセル止まったらきついし。エクセルもポプルスも。1で貫通力ある。あれだね、ベーゴマの1バージョンが欲しいね。この不安の試合結構なんか、バカみたいなミスを最初したんだけど、いい感じにまくれた。魔法罠なら確かに何でも使えますからね。そうだね。まあでも、ベイゴマの1バージョンがかがり火、黒魔女。そうなんだよな。そこ被っちゃってるから、なんかその展開ルートが同じだからさ、結局そのスネークアイに寄せると、なんだろうな、寄せすぎると、展開止まった時に、妖精までいけないような気もしてるんだよね。高校が本当に強かった。スネークアイの強さがよく分かった、本当に。40戦ほど回して。これ最後の昇格戦だな。この時もう本当に結構眼内してて無限包容もここで打っちゃったんだけど、普通にどこなんだ、エレクトラムなのかな、やっぱり。なんか覇王もさ、貫通力だいぶ高いからさ、どこに打つか本当に難しいけどね。召喚権残ってたらレスキューとか炎王いたらやばいし。そう、炎王もさ、結局なんか
そう、竜王を打つ場所今日すごい迷って、昇格戦トータル3回あったんだけど、昇格戦の時に、そう、竜王を打つ場所すごい迷ったんだけど、エクセルが場にいて、で、ポプルスが出てきて、エクセルは無限で止めて、かがり火のサーチでポプルス出てきて、そっからリトルナイトとか出てくると、めんどくさいから、ポプルスに打つかって思って竜を打ったら、普通にキリンが手札にいて、なんか貫通されたので、向こう妨害はやっぱりなるべく残しときたいなって思った。反逆サーチもあるし打たざるを得ないか。そうなんだよね。やっぱアゼウス。っていう感じで、セカンドに行くことができました。キリンすびきうんち。キリンずるいよな。猿王の手数が、猿王さ、全部がちゃんと手数になるじゃん。ちゃんと手札キリンはケアしない方がいいらしい。あ、そうなの？いや、先が思いやられるよ。セカンドでも。とりあえず予選はなんとかなったけど、むしろどういう風に重ね引いても手数になるのいいよね。セカンドが本番だからな。そう、割と今回だから先行というか勝率が芳しくなかったのが、結構やっぱいろいろ被るんだよね。アトラクとカドロバで黙らせる方が楽。やっぱ泥バカ？ああ、そうか。かがり火じゃないや。なるべく分散できてる構築にはなってると思うけど、なんかね、そうなんだよな。この将来神と、このスネークアイの被りも弱いし、結局ルートが1個しかないから、かがり火と、ポプルスすびきがそもそもあんま強くないんだよな。ノイズの多さも相まってね、セルフハンデスが多かったですね、今回、特に。ゴストリ使ってる以上仕方ないんだけど。だからとりあえずここ抜いて、またこれはこれでいいんだけど、スネークアイ型を作ろうという話。貫通するなら黒魔女とシルウィアとかもありなんじゃない？種族がバラバラのもね。そう、枠がなかったから、とりあえず最終的になんか初動不足で入れたんだけど、そうだね。バニラシュウさんこんばんは。とりあえず、セカンドいけました。今のさ、スネークアイのマスター1ってどんな感じの構築？いや、でもワンチャン入れると枠なくなるんだよな。せっかく空いた枠が。ワンチャン入れるなら普通に将来死んでいい気がする。
純スネークアイ。ああ、ポプルス3なんだ。あ、待ちきれはね、強いよね。初動足りないのか。まあ、デッキちょっと厚くしてもいいんだけど。難しいな。ワンチャンマリいらないか。2つに黒魔女増やすのが正解かな。黒魔女シルビア。全部アンデッドなら悪さできた節。ドーハセーラとかってこと？普通のスネークアイはリソースが強いのに。うん。いや、妖精まで行くって考えると難しいな、やっぱり。いや、でもエクストラ枠開けたいんだよな。サキュバスが邪魔。まあ、黒魔女。あの盤面作るって考えると理にかなってるのか。大魂とかいうカード。先玉でいけんの？ああね、1枚からじゃなくて、ある程度盤面が並んだ後ってことね。要求値高いな。パラエクか。ああ、パラエクありか。パラエク入れるならでもバグースカとか欲しい気がする。うん、結局召喚権使わずにゴストリムーブできるのが強かったから。ホルス、フォトンロードだスネーけ突っクアイに寄せ込んどくたらのも。なんか動きづらくなる気もするな。1。まあ、盤面は作りづらくなるだろうな。いや、ホルスもありかな。そうだね、そのスネークアイの動きを通すっていうことを考えるんだったら、それこそ勇者ホルス入れるのもありかもしんない。なんかスネークアイに寄せるとむしろ盤面作りづらくなる気がする。ホルスさえ通れば
りあえずは作れるので、あれ結局昨日スリミと話したさ、なんだっけ、デュラハン、パズロミのレボストベル2って、リパーツと M 石引いてたらコストが安くていい。そうだね。あれどうだったっけ、ポプルス、かかり火ポプルスからでもいけたんだっけ結局。あの最終盤面って。1枚足んないよね。かがり火からでもいけるんだよ。あれ、召喚剣使えばってことでしょ、確か。召喚剣使えば、うん。そうなんだよな。だから、ホルス入れるんだったら、ハーピとイムセティになると思うんだけど、フォトンロード立てた後に、まあでも召喚剣、スネーカーに避けるからいいのか。現在法からはいけるんだっけな。現在、まあ召喚剣があればいいのか。ホルスありかもね。ホルス、エクストラ枠がない。本当にフォトンロードしか入れらんない。枠、ここかだから削るとしたら。ここないとさ、アクセスも出産やろ。アクセスまあ、出した試合は何試合かあったんだけど、エクストラがもう見ての通りさ、攻めれるエクストラモンスター一体もいないんだよね。除去ができるやつ。最近アクセス見ないね。確かに出されなくなった気がする。まあ、もう除去できなくていいのかな。確かにアクセス、が、まあ一番使わないといえば使わないね、この中で。だから、ホルス増やして、歩道が、1、2、ホル3、ス引けて4。たら打点は出るよ。まあ、そっか、攻め手に関してはホルスがいるか。1、2、3、4。で、ポプルスからだと、いけないんだよな、そこまで。ポプルス召喚からはいけないはず。ポプルス、インクリスネークアイ。まあでもあれか、ホルス引けてればコスト確保でホルスのきるか。増差は以上。まあでも確かにホルスいることで高校は確実に強くなるし、あと雑に使えるから、黒ずきん的には多分、いい気がする。栗から、頑張って枠開けるか。スネークアイ周りはこれでよくて。多分黒魔女はコストが重くなりすぎてきつい。ホルスと黒魔女はきついか。確かに。てかあれか、ホルスモンスター3体入れれば、2体でフォトンロード使って、1体残しとけば、パズロミの用意にできるのか。
でもさ、黒魔女抜くといよいよ展開札なくなる気がする。かがり火で3、だから今6枚しかないんでしょ？現在、財宝1、黒魔女1は、まあいいのか。ただ今このデッキだとさ、まあ、反逆入れればいいんだけど。まあいいや、かとりあえず。がり火、ポプルス、エクセル、現在、コマ。コマがなんか後続かないから。まあまあまあ、そうだね。ホルスとコマ握れてれば強いから。で、あれか。王の棺、ホルス入れるとガンマが強くなるのか。だからこの枠に、ホルス、突っ込んで、イムセ、まあでもホルス引きかぶりはいいのか。結局コスト必要だから。棺がもう一枚欲しくて。ミンディはみんなガンマケアするよ多分。ハーピー。本当？いやー、ハッチもう一体積みたいけど枠ない。まあまあでも棺コストあるからいっか。ああ、でも棺コストにしたくないよな、あんまり。ただノイズ増やしたくないので、まあモンスターはこれでよくて、王の棺をもう一枚作るか。カンイチだよ。じゃあ棺1でいいの？こんな感じですかね。増やすくらいならフィールドの方が強い。ああ、応募の石壁。石壁は、あれ、石壁誰かでサーチできなかったっけ？あれ、石壁ってどっから持ってくんだっけ？石壁は別にサーチ先ない。あれなかったっけな？基本ハーピでいいの？この、ホルス2枚にする場合って。だいたいハーピな気がするけど。で、なんだったらフォトンロード持ってないんだよ、多石壁で分。イム石サーチすんのが強いんだよ。あ、いた。あ、これあれか。なんか、なんとか、なんか毎回なんか、なんだ。あの、語彙力が少ない。アクセスとか、アクセスのロワイヤルとかもこのなんかよくわかんないパックで当てた気がする。なんだ。なんだ。石壁でイムセティサーチ。すると、どうなの？ああ、だからカードの枚数が増えんのか。なるほどね。まあでも1枚減るのか。
1枚だけ積んどくか。こんな感じかな。イムセティでゴストいリカーい感じなド捨てた気がする。ら実質1ドローだから相性いい。イムセティでまあまあそうだね。ゴストリでまあ回収すればいいからな。落としたやつも。ちょっとじゃあとりあえずこれで、セカンドステージは潜ってみようと思います。ありがとう、しりみ。使用感いまいちだったらまた適宜いじって調整していこうかなと思います。そうだね。今日はとりあえずその報告っていうところと、リプレイ見るのと、デッキの調整っていうところで枠を作ったので、ちょ回す練っと早い習をしろ。ですけど、回す練習する時間ない。時間がない。回す練習は、セカンドステージでやる。後で動画作んなきゃいけない。まあまあ、フォルスだからとりあえず、大丈夫な気はしてる。そんな感じでちょっと今日は早めですが、終わろうと思います。すり身が後で、インディーさっさと勝って終われば時間できるのに。セカンドさっさと勝って終われば、時間できるのに。そういうことね。セカンド終わればやると思う。そうだね。デイリー稼ぐがてら、ランクマとかちょっと潜るかもしれな勝い。率数パーセントが数十戦単位で試合数変わる。さっきのあのツイートね、そうなんだよね。2、3%でも黒ずきんも計算したけど、2、3%とかでも本当に50戦、60戦単位で変わってくるから。だから1ミス1回の試合がどれだけ大事かがだからよくわかる。連度上げた方がタイパがいい。それはそう。いやなんかさ、これって決まってるデッキだったら練習する気起きるんだけど、ゴーストリック今回限りだと思うから、なんか、このデッキっていうのが見つかったらいいな。ガチ対戦で使う用の。割と今不安とかはね、ちょっと使ってみたい。早く回す練習は全てにつながります。それはそうなんだよね、本当に。今日はね、ちゃんと早く回せた。全然時間切れなんなかった。とりあえず考える前に手を動かすのと、そのアクションゲーム感覚でね、マウスを素早く動かす意識をしただいぶ。じゃあ、お疲れ様です。とりあえず、セカンド行けてよかったです。配信、多分、明日はやんないけど、土曜日、日曜日は、セカンドステージの配信をやると思います。お疲れ。じゃあ、頑張ってね。お疲れ様でした。もう少しすり身も。たまさんもずっとありがとう。土日またお会いしましょう。お疲れ様です。